来から各州で新企画をお届けするのだ。新企画？どんな内容なんです？ 9月30日から各州で発売されているデアゴスティーニのダイキャストモデル付きマガジンシリーズ第二次世界大戦日本の傑作機コレクションを各州をめどに第5号まで紹介していこうと思うのだ。あ、テレビ CM でも流れてるやつですね。そうそう、以前にも第二次世界大戦世界の傑作機コレクションがあったけど、今回は日本の傑作機にテーマを絞った新シリーズなのだ。なるほど、日本機ファンにはたまらない企画ですね。このシリーズの特徴は毎号一つの日本機を特集して72分の1スケールの精密なダイキャストモデルがついてくる点なのだ。同じスケールで揃うのはいいですね。機体サイズの違いが一目でわかります。そうなのだ。手のひらサイズでも実機の大きさや存在感をしっかり感じられるのだ。記念すべき総艦号はやっぱりもちろん冷戦なのだ。大戦初期に活躍した零式艦上戦闘機21型空母赤城搭載のイブス機体域のマーキングみたい。冷戦とはやっぱり外せないチョイスですね。まさにそうなのだ。プラモデル界で言えば冷戦、ヤマト、ティーガー1は3種の神器。日本の傑作機コレクションでもしっかり意識されているのだ。付属のマガジンはどんな内容なんですか？機体の諸言やメカニック、開発秘話、激闘録、さらに有名な撃墜王やマーキング紹介など盛りだくさんなのだ。手元にモデルを置いて記事を読むとより臨場感があるのだ。いわゆる読むと飾るが一体になったシリーズですね。第二次世界大戦日本の傑作機コレクションは全部で80号を予定していて、現在は第5号までの情報が公開されているのだ。ふむふむ。順番に紹介していこう。総艦号はさっき紹介した冷戦21型空母赤城搭載のイブス機体域なのだ。続いて第2号は第2号はなんと試作機九州飛行機の局地戦闘機神連なのだ。マーキングはテスト飛行時のものみたい。発売は10月14日。早くもロマン機の登場ですね。第3号は川西航空機の試練海第343海軍航空隊艦の帯域のマーキングなのだ。発売は10月28日。試練海の定番マーキングですね。第4号は三菱の雷電第302海軍航空隊青木中域がモデルなのだ。11月11日発売予定。派手な稲妻マーク、プラモデルでもおなじみですね。そして第5号は陸軍機一式戦闘機はやぶさ2型飛行第64戦隊所属機が登場。11月25日発売予定なのだ。陸軍機もラインナップされてるんですね。この先の号はまだ未発表が多いけど一部ラインナップが公開されているのだ。どんな機体が登場するんですか？まずは海軍の艦上戦闘機から96式艦船冷戦32型冷戦後継機のレック冷戦後2型兵などが予定されているのだ。冷戦シリーズだけでも豪華ですね。次は局地戦闘機ロケット戦闘機の収水がラインナップ。他にもマーキング違いで複数のバリエーションが予定されているのだ。同じ機体でも塗装違いが出ると集めたくなりますね。艦上攻撃機では97式艦砲天山流星などこの後に出てくる99艦爆を入れれば真珠湾トリオを揃えられるのが魅力なのだ。水上機もあるんですか？もちろん零式水上偵察機二式水戦零式観測機青蘭も登場予定なのだ。お、水上機ファンも嬉しいラインナップですね。偵察機では彩雲そして陸軍の100式司令部偵察機も予定されている。海軍陸軍ともに抜かりない構成ですね。陸軍戦闘機は2式戦小機2式副戦都流3式戦飛燕4式戦はやて5式戦まで勢ぞろいなのだ。まさに日本陸海軍機大全って感じですね。では総艦号の中身を見ていくのだ。いよいよダイキャストモデルの登場ですね。モデルはほとんど完成状態でパッケージされているのだ。ではパーツを見ていきましょう。まずは本体いわゆるしの字状態でキャノピーも装着済みなのだ。プロペラはスピナーと一体で塗り分けも丁寧。試着はプラ製でオレオ部分がシルバーに塗り分けられてますね。飛行場対応パーツや備品装装も付属全て塗装済みなのだ。組み立ては差し込むだけで完成なんですね。そうなのだ。中期飛行どちらの状態も再現可能で飛行用スタンドも付属しているのだ。キャノピーの枠もきれいに塗り分けられていますね。キャノピー越しに座席と操縦桿ループアンテナが確認できるのだ。エンジンもカウリング越しにシリンダーが再現されていて風を当てればプロペラも回る
試着や尾輪も精密ですね。特に尾輪の小さいタイヤの塗り分けがすごい。今回はデアゴスティーニの第二次世界大戦日本の傑作機コレクション創刊号零式艦上戦闘機21型を紹介したのだ。実際に組み立ててみてどうでした？組み立て自体はとても簡単で、あっという間に飾れるのが新鮮だったのだ。重厚感もあって手に持つと金属の質感が心地いいのだ。重さは約 157g。 塗装も細かくて明快白色というより少し飴色っぽいトーンでしたね。そうそう、その理由や諸説も付属のマガジンでしっかり解説されていたのだ。他に気になった点は？キャノピーが外せないので内部をじっくり見られないのが残念だったのだ。あとアンテナの角度が少し後ろに傾いていた点と主脚がやや柔らかい印象だったのだ。とはいえ特別価格990円なら十分お得ですね。そうなのだ。10月20日までに注文すれば送料無料。ウェブ定期購読ならクリアファイルももらえるのだ。さらにディスプレイケースやマガジン収納ケースの販売、読者全員プレゼント企画もあるのだ。第23号まで購読すると一式陸鋼の144分の1スケールモデルがもらえるんですね。72分の1だとさすがに大きすぎるからね。それでも嬉しい特典なのだ。次回は局地戦闘機の神殿ですね。全翼型という独特の形を持つ試作機、10月14日の発売が楽しみなのだ。発売後できる限り早くレビューをお届けしますね。というわけで最後までご覧いただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をぜひお願いしますなのだ。次回も日本の傑作機コレクション第5号まで順番にレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。